回は去年ですね、動画にしたんですが、バージョンアップさせた編み方でまたニット帽を編んでいこうと思います。編み地を少しね、試し編みしました。本当に短いね、少しだけしか編んでいないので、ちょっと雰囲気が伝わるかわからないんですが、こんな感じでね、棒針編みをしたような編み地になるように編んでいきます。メランジテイストで編んでいこうと思います。こちらは約 50g ダークベージュですね。179番。そして、かぎ針おすすめは7から8号となっていて、約 50g で約 90m あります。アクリル 100% の糸ですね。このダークベージュも結構好みのカラーなので、こちらで、ニット帽を仕上げていこうと思います。もちろんどんな糸でも編んでいけますので、お好きな糸で編んでみるといいと思います。それでは使用するかぎ針は7号の 4mm を使っていきます。それと、編み地分かりやすいようにマーカーを2つくらい用意して使うといいと思います。はい、そして、ちょっと間違えてこう消してる部分もありますが、簡単に説明するとこんな感じでね、折り返し部分のあるニット帽にしていきます。で、折り返しも含めてこの線までを中長編みを使った編み地にしていきます。ここの長さ約20センチくらいにする予定で、さらにそこから少しすぼまった感じになって、こっからここまでが細編みを使います。ここが約7センチくらい。お好みでいいんですけど、私はこの長さでね、編んでいこうと思います。最後、引き抜き編みを使います。ここ約、3センチくらいにしようかなと思っています。なので全部で、30センチくらいの、ね、作り目を作っていきます。それでは編み始めます。結び目を作って、鎖編みで作り目を作っていきます。だいたい30センチくらいを目指します。はい、作り目鎖編みで約30センチ、1センチいかないぐらいですね。30.5 センチくらい編みました。これで鎖編み50目です。そしたらマーカーをつけていきます。結び目を作って糸端が出ている側から3センチくらいのところに一つマーカーをつけます。約3センチ、私のこの鎖で言うと5目くらいですね。5目目、6目でもいいです。これはね、お好みでいいと思います。3、4、5目目にマーカーをつけました。そしたらこのマーカーをつけた次の目から7センチくらい、大体なので、はい、ここですね。この辺りにマーカーをつけます。はい、こんな感じで2箇所にマーカーをつけました。そしたらこのマーカーからこの針についている目までの長さがこのように、折り返してかぶる、ね、ごめんなさい、針を抜きます。こんな感じで折り返し部分と、次の細編みに入るまでの長さ、ここからここまでということになります。わかりますかね。この図でいくと、このトップの部分を引き抜き編みで編みます。それが結び目から次のマーカーまでで、マーカーとマーカーの間がこの真ん中の部分ですね。細編みで編むところで、そこから下が中長編みゾーンになっています。このバランスはお好きなように作るといいと思うんですが、20センチ、7センチ、3センチ
という感じで作ってみました。これはね、お好みで帽子の深さとかね、考えて作ってみるといいのかなと思います。私はこの長さでやっていこうと思います。では、ループに針を戻して編み始めていきます。少し、余裕のある鎖1で立ち上がります。針に糸をかけて、針から数えて2つ目の上半目に1本だけですね、取るように針を入れます。そしてかけて糸を持ってきたら、かけて針にかかった3本を一度に引き抜きます。これが中長編み。中長編みが編めたら、中長編みの一番下のこの、左斜めになっている糸ですね。ここに針を入れます。そして針に糸をかけたら、次の目、上半目に針を入れて糸を持ってきます。針に4本糸がかかっているので、かけて4本全部引き抜きます。以前の帽子のね、編み方の時にはヘリンボーンの細編みの表編みだけを使って編んでいったんですが、今度はそれを中長編みで編んでいる形になります。はい、では編めたらまた一番下ですね、一番左のこの糸に針を入れて、そしてかけて次の目の上半目に針を入れます。糸をかけて持ってきたら、かけて4本引き抜く。今編んだ一番左の足に針を入れて、糸をかけたら次の目の上半目に針を入れて、糸をかけて持ってきて、かけて全部引き抜きます。左足、糸をかけて上半目、糸を持ってきたらかけて全部引き抜く。左足、糸をかけて上半目、糸を持ってきたらかけて全部引き抜く。こんな感じになりますね。左足かけて上半目、糸を持ってきてかけて全部引き抜く。左足、糸をかけて上半目、糸を持ってきてかけて全部引き抜く。はい、これを繰り返していきます。マーカーの位置まで中長編みの、これは何編みと言ったらいいのか、続けて編んでいきます。で、このね、左足に針を入れて糸をかけて、次の半目、上半目に針を入れて糸を持ってくるとき、この持ってくるときはキツキツではなく少し伸ばす感じですね。ふわっと伸ばして、全部引き抜くをやった方が柔らかく綺麗に仕上がると思います。はい、マーカーの手前の目まで全部中長編みのアレンジしたもので編んできました。そしたらマーカーのところから今度は、ヘリンボーン細編みですね。ヘリンボーンの表編みをしていきます。今最後に編んだこの中長編みの左足に針を入れ、次の上半目に針を入れて糸を持ってきてかけて3本引き抜きます。ヘリンボーンの表編み、細編みで編みました。マーカーをつけておきます。そしたらまた左足に針を入れて、次の目に針を入れて、そのまま糸を持ってきてかけて3本引き抜く。左足、上半目、糸を持ってきてかけて3本引き抜く。
繰り返し編んでいきます。はい、次のマーカーの手前までヘリンボーンの細編み、表編みだけですね、編んできました。そしたら次はマーカーを外して上半目に針を入れて引き抜き編みをします。糸を持ってきてそのまま引き抜く。上半目に針を入れて糸を持ってきてそのまま引き抜く。最初の引き抜き編みに針を戻しておきます。忘れるとね、どこが何の目だったかわからなくなってしまうので、これね、忘れないように気をつけて編んでいきます。上半目引き抜き、上半目糸をそのまま引き抜く、最後の目上半目糸をそのまま引き抜く。はい、これが1段ですねとなります。では次、鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返します。ひっくり返したら針から数えて1、2目目です。これもまた、上半目、向こう半目ですね。鎖の向こう半目だけに針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。マーカーのところまで向こう半目糸を持ってくる、引き抜く、繰り返していきます。この引き抜きも、キツキツになりすぎないように気をつけて編んでいきます。マーカーの目にも引き抜き、そしたらまたマーカーを付け直しておきます。では次、ここから次のマーカーまで細編みでしたね。向こう半目に針を入れて糸を持ってきたら細編み、左足に針を入れ向こう半目糸を持ってきて3本一緒に引き抜く。左足向こう半目糸を持ってきてかけて3本引き抜く。左足向こう半目糸を持ってきてかけて3本引き抜く。ヘリンボーン細編みの表編みをしていきます。はい、このように編んでいくと、ここにね、こう縦に鎖のラインが残っていく。これもまた可愛いんで、このように編んでいきます。このヘリンボーン細編みも、糸を持ってくるとき、こう持ってくるときに伸ばしてですね、ふわっと伸ばして3本引き抜く。きつくしてしまうと、編み地がキューキューになってしまってね、綺麗に出てこないです。向こう半目糸を引き伸ばす、かけて3本引き抜く。マーカーを付け直します。そしたら次のところから中長編みになっていきます。左足に針を入れて糸をかけて向こう半目に針を入れて糸を持ってくる。これ持ってくるときは引き伸ばす。そしてかけて4本一度に引き抜く。左足針に糸をかけて向こう半目糸を引き伸ばしてかけて4本引き抜く。これちょっとね、かける、左足に入れた後に針に糸をかけるというね、作業ちょっと慣れていないので忘れがちなんですが、ここ意識して中長編みで編んでいきます。ではあとは同じことの繰り返しです。まずこの中長編み最後の目まで編んでいきます。2段目も最後の方まで来ました。左足糸をかけて向こう半目に針を入れて糸をかけて持ってきたら
ちょっと引き伸ばしてかけて4本引き抜く。はい、これで最後の目まで編めました。こんな感じになっています。これがトップですね。で、こっち折り返してこんな感じでかぶる感じになります。こうですね。ではこれをずっと続けていってどんどんね高さ、帽子で言うと横にずっと編んでいって、あとはくるっと回して端と端をつなぎ合わせていく感じになります。とってもね面白い編み地になっています。次の段のちょっと初めの方だけ編んでいきます。鎖1で立ち上がったら編み地をひっくり返して針に糸をかけて、これ鎖1の立ち上がったとこです。その次の目、向こう半目に針を入れて糸を持ってきてかけて中長編み。最初の目は中長編みです。そしたら中長編みの左足に針を入れて糸をかけて次の目の向こう半目に針を入れ糸を伸ばしてかけて4本引き抜く。左足糸をかけて向こう半目糸を持ってきたら伸ばしてかけて4本引き抜く。ずーっと繰り返し編んでいってマーカーの手前まで中長編みでこのように編んできたらマーカーの目から次のマーカーの手前まで今度は細編みでヘリンボーンの表編みですね。左足に針を入れて向こう半目から糸を持ってきたらかけて3本引き抜く。ヘリンボーンの細編み表編んできたらこのマーカーから最後の目まで引き抜きでずーっとこう往復で編んでいって高さですね。帽子でいうと横の幅を出して編んでいきます。ではひたすらこれを繰り返していきます。はい、繰り返し編んできて、このぐらいになっています。一番広いところの幅を測ってみます。約50センチですね。この一番広がった部分で約50センチくらいになりました。で、ポコポコとね、山谷となっていますが、山一つで2段ありますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19山なので、38段ですね。編んできました。そしたら、だいたいね、サイズを合わせるときはぐるっとこのまま頭に巻いてもらって、使ってくるうちにねちょっと伸びてくるので若干きついかなぐらいにしてあります。この、幅もお好みで作ってみてください。私は38段になっていますが頭のサイズや手加減編み加減ですね、それから好みによっても違うと思うのでこの段数はお好みで変えてみてください。で、一つですね、必ず偶数段で終わることがポイントとなります。ではこの後半分に折りたたんでこの端をね留めていこうと思います。かぎ針で留めていくとちょっとねつなぎ目が固めになってしまうのでこれ糸端をだいたいこの帽子の深さの4倍くらいですね残してカットします。そしたら最後の、編み目から糸を引き抜いて
とじ針に糸を通します。はい、糸を通したら、最後の編み終わり、私はこっちが谷ですね。ポコンとへこんでいる側、こちらもへこんでいる側になっていて、糸端がここですね、ここから出ている状態で、このように半分に合わせます。そしたらこうですね、このようにすると分かりやすいかな。こちら側の一番端の目、鎖2本に針を入れて通していきます。で、最初のこの今糸が出ている目、上半目、の向こう半目ですね、針を通して、ここ端の目なので、もう一度先ほど通した鎖のところですね、ここに通します。で、もう一度今通した上半目ですね、通したら次、こちら側の向こう半目で、次からはここですね、斜めにピョンと出ている目があります。ここを取っていこうと思います。手前の向こう半目、向こう側のこの斜めの目ですね、糸を通して次の目、向こう半目、向こう側の編み地のこの目、向こう半目、向こうの斜めの目、繰り返していきます。で、今このつないでる面は表側になります。はい、まだ途中ですが、つないでくると他のね、編み終わっている山ですね、ポコンとしている山と同じようにつながっていきます。ね、つなぎ目がすごく分かりにくくていい感じになると思います。はい、最後の方まで進んできています。最後引き抜き編みのところですね。これも、こちら側の編み地の向こう半目に針を入れて、そしてこの大体でいいです。この辺りですね。縦に入っているこの目を取って閉じていきます。向こう半目、
この辺り、向こう半目、この辺り、向こう半目、縦の目、最後向こう半目、縦の目。はい、これでこんな風にずーっとここをねつないできました。裏はここですね。ちょっとここがポコンとね中で残っていますが、表には全然響かず、どこでつないだかわからない感じになっています。折り返ししてもつなぎ目そんなに目立たないかなと思います。そしたら最後ですね、このトップの部分を閉じていきます。最初の糸端、これは後でね糸始末します。先に糸始末してしまっても大丈夫です。この鎖目がこう縦に入っていると思いますが、だいたいこの辺りに針を入れていって、よいしょ、最後糸を絞ります。鎖の目ですね。真ん中のあたりにこのように糸を通していって、はい、これで一周したのでもう一個通しとくか。はい、そしたらぐるっと通してきた糸を絞って、でここで一旦裏返します。裏返してぎゅーっと絞り切ったら、対角に糸を通して閉じていきたいと思います。糸の出ている反対側に糸を通して、またちょっと違う方向に針を入れて絞って、反対側に針を入れて、
ちこちに糸を通して引き締め終わったら、目立たないように編み地に糸を絡めながら糸始末します。最初の、糸端ですね。これも糸始末します。はい、裏返して整えたらこれで完成です。で、つなぎ目どこかわからない感じになっていますね。ここにつなぎ目があります。ここずーっとつないだんですがね、綺麗につなげたと思います。で、帽子の深さ、これね、伸ばし具合とかによっても変わってきますが、今この状態で約29センチになっていますね。作り目だいたい30センチくらいで始めたんですが、やっぱりどうしても、編んでくると少しね、作り目より縮んでしまいます。はい。で、折り返すとこんな感じの帽子になっています。つなぎ目がここですね。そんなに目立たないんじゃないかなと思います。ちょっとポコッとしてる部分がありますが気にならないと思います。はい、これで完成です。まるでね、かぎ針で編んだとは思えないゴム編み、棒針編みのゴム編みのようなね、編み地になっています。結構伸びもいいので、かぶりやすい帽子になったんじゃないかなと思います。以前出した動画はですね、こっち側、ちょっとこう、キュッとなっている部分ですね。この部分の細編みの編み方で出していました。ですが今回はこれをバージョンアップさせて中長編みで編み地のね、高さが幅がですね出ている模様となっています。すごくね棒針編みっぽい編み地になっていて、私はとっても好きな編み模様です。はい、よかったら編んでみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。